今回の産業まとめ。韓国外交の試練。目まぐるしい外交日程。対日、対北。これでいいの？韓国はあっち陣営に行っちゃった？日本との局長級協議、中韓外相会談、日米韓安保交換協議など外交スケジュールが目白押しの韓国ですが、成果を上げられるか注目が集まっています。5ヶ月ぶりとなった日本との局長級協議では、双方の立場の違いが改めて明らかになっただけで、一歩も前には進まなかったようです。日韓外相会談については、行われるかどうかはっきりしない結果となっています。2日には日米韓安保交換協議が行われましたが、先日の米韓2+2の時とは一転し、北朝鮮への非核化に連携して取り組むと発表され、3カ国の歩み寄りが見られています。ただ、日韓両者会談では北朝鮮問題に終始し、両国間の関係改善については議論されなかったと伝えられています。しかし韓国政府は最近、国連の対北朝鮮制裁委員会の専門家らが要求したデータの提供を拒否したことが分かっています。個人情報保護の観点と主張しましたが、同じ要求を受けた日本政府は、公開は許可しない、としながらも提出していたことが分かっています。韓国政府は北朝鮮と同様、中国への配慮も見せています。2月に就任したチョン・ウィヨン外交部長官は中韓外相会談に臨みますが、米国より先に中国と外相会談を開くことで、中国重視と見られても仕方ない状況です。先日はロシア外相と国防次官が韓国を訪れ、国防協力協定を締結しています。これに加えて中韓外相会談ともなると、韓国の立ち位置が中ロ寄りだという誤ったメッセージを発信しかねません。編集書簡。今回の概要。韓国を取り巻く環境を見てみよう。パククネ外交をほぼ継承したムンジェイン。韓国をあっち側に見せる中国。米中の対立が強まる中で、日本も韓国も微妙な立場に立たされているという点では全く同じです。両国ともに安全保障を強く米国に依存し、経済面では中国にも強く依存しています。中国に関しては、韓国は地理的な条件や日本よりも強い経済依存、さらに金関連の問題などがあり、従属せざるを得ない状況です。北朝鮮問題も共通の課題ではありますが、残念ながらこの問題に対しては米国頼みの状況に陥っています。韓国は北へのアプローチを続けているようですが、ほとんど効果がなく、今回のように北朝鮮に配慮しても見返りはありません。こうした状況の中で、ムン・ジェイン大統領はバランス外交を掲げて中国との摩擦を避けてきました。しかしそれは同時に米国の方針には従わないということになります。米国とはあくまで北朝鮮を想定した安全保障面での同盟関係ということです。米中の綱引きには関与しないというわけです。これに対して米国は不満を漏らしています。一方で中国は韓国のこうした米中に対して等距離を保つ姿勢を評価しています。ただ、米国との距離を置く政策はパククネ政権の時から取られていて、ムン・ジェイン大統領はそれを継承したに過ぎません。サード配備問題については、野党の時に散々反対しましたが、政権を取ってからは逃れられないものと知ったか、拡充や更新を続けています。ムン・ジェイン政権がおそらく内部的には掲げているであろう禁韓令の解除については少しも達成されず、何のための中国への配慮かわかりません。国際的な視点から見ても、欧米諸国や日本が香港、台湾、ウイグル、南シナ海への圧力といった中国の行動を強烈に非難する中、だんまりを決め込んでいます。おそらく世界は韓国の立場を理解してくれるだろうということで、中国への言及を控えているのでしょう。あ、これもパククネの時からね。立場的な問題は理解できますが、世界中からは韓国は中国寄りか、と囁かれているでしょうね。それでも自国利益の追求という面では徹底していると言えます。意地悪な言い方をすれば、人権よりも自国利益を追求するということですね。ちょっと世界の先進国ではこういう考え方は受け入れられないですよね。その背景には過度の中国依存と、脱中国を掲げた南方政策、北方政策が振るわず、国内経済も慢性的な不調に陥っていることが挙げられます。
半導体やバッテリーは好調ですが、それだけといえばそれだけ。造船なんかも巻き返しを図っているものの、その他は全体としては低調です。おぼろげながら韓国の立ち位置はあっち寄りかと米国も気づいている中での先日の米韓2+2。韓国の中国や北朝鮮に対する強烈な配慮に米国政府は愕然としたでしょう。米国は単なる安保同盟に過ぎないと距離を置かれました。そんな中でロシア外相と国防次官が訪韓し、ロ韓国防協力協定の締結。さらには新しい外交部長官による中国との外相会談です。これが対岸に台湾を見据える福建省で行われるということから、韓国は台湾問題に対してもあっち側だというメッセージを米国は受け取ったでしょう。4月2日に行われた日米韓3カ国の安保交換協議で対北朝鮮への協力関係は確認されましたが、対中国への明確なメッセージは発表されませんでした。その翌日3日は中韓外相会談。当然これについては韓国は下手に出るでしょうから、また米国を大きく失望させることになるかと思います。別に米国追奨、中国に強硬姿勢というのが韓国外交の答えというわけではないので、ムン・ジェイン政権の選択を批判するつもりはありません。現実的な選択だとは思います。問題はその選択で良い結果が目に見えて現れないことだけど、ちょうど米中のど真ん中にいて、主体性を持って外交ができると思うのですが、今のこうした外交は主体的とは言えないかな。これって何かあったの？最近？いや、これから色々あって、その波紋が今後広がるって話。そうなんだ。簡単に言うと韓国はあっち側ってこと。米国からすれば真ん中にいようとすること自体があっち側に見えるらしいね。それだけじゃなくて、先進国であれば当然指摘すべき人権の問題や中国の周辺国圧迫への問題に関与しない点も不満だろうね。周辺国って韓国も入るよね。ある意味最も静かな圧迫を受けている周辺国かもしれないね。あ、これは言い過ぎだ。最もじゃないんだ。最もではないかな。そもそも推し量れないし。でも色々大変なんでしょ？金管で。中国もしぶといなと思う。それほどサードのレーダーが気に食わないらしい。あれが配備されたまま解除ってないのかもね。サードってミサイルなの？防衛ミサイルね。別に中国に撃つわけじゃないよ。ただ、強力なレーダーが配備されていて、米国がそれを使って中国軍の情報をキャッチしているんじゃないかと懸念してるんだよ。中国もレーダーを置けばいいんじゃないの？とっくの昔に置いてるよ。性能はすごいらしいけど、多分言うほど大したことない。いつものパターン。そうなんだ。いつものってちょっと笑えるね。いつもすごいこと言ってるけど、実際の実力ってよくわからないんだよね。いろいろな情報から推察すると、まだまだ途上っぽいようだけど。わからないっていうのも不気味だね。ひょっとしたらものすごかったりする？するかもしれないけどしないだろうね。中国は軍備に関しては遅れを自覚していて、2050年に米国に並ぶ実力になることを目指してる。あ、中国の話になっちゃったね。韓国は結局これからどうなるの？今のままじゃ何も解決できないことは理解していると思うけど、もうムン・ジェイン大統領には強力に物事を推し進めるエネルギーがないと思う。終わっちゃったの？終わっちゃってる。世間もそれを認知していて、興味は次の大統領候補に集中してるよ。あれ？これから外交が色々大切な時期なんじゃないの？そうだけど、みんなもう期待してないよ。結局残念大統領だったから。毎回大変だね。でも次があると思えば頑張れるね。何を？さあ、普段の生活とか？何年も前にね、ツアーで初めての韓国旅行に行ったんだ。いつの話？大学生の時。別に行きたかったわけじゃないけどね。何事も経験かなって。ほら、安かったし。私も安いツアーで行ったことあるよ。確か往復4万円とかの。それで韓国旅行の思い出はといえばカルビだけなんだ。焼肉のね。安い店だときっと米国産だよね。
日本と一緒。そうなの？で、安いツアーで行ったから夕食もお昼も食べるお店が決められててね。行くところすべてが焼肉。そしてカルビが出てくるの。どこの旅行会社よ。そんな雑な企画。一番初めは脂が乗ってて美味しいって食べたんだけど、その次もカルビ、その次もカルビでカルビ以外の肉はないのかってくらいカルビだらけなの。あれだ。お店の人が日本人にはカルビ食べさせておけばいいとか思ってるんだよ。それでね、最後はカルビって言葉を聞くだけで胸が詰まって変な油汗が出てくるくらいのトラウマになったよ。1日3食カルビだと誰でもそうなるね。私は十何年前に行ったけど、犬肉食べたよ。チャレンジャーだね。どうだった？もう何かわからないくらい味付けしてて、ちょっと荒っぽい肉って感じ。肉の味とか全然わかんないね。そうなんだ。台湾に行った時はすごく楽しかったし、いろんなもの食べて台湾っていいところだなって思い出せるんだけどね。韓国旅行はカルビを食べましたって記憶しか残ってないよ。私台湾は韓国人の同僚と言ったよ。韓国人は台湾好きじゃないから基本的に行かないんだって。へえ、そうなんだ。その辺のお店で2、300円のご飯ばっかり食べたり、いろんな市場を歩き回ったりしたよ。韓国に詳しい人に連れてってもらえばよかったのかな。パッケージツアーの選択が悪かったんじゃない？でも、ぶっちゃけ特に見るものないよね。もう韓国に行きたいと思えなくなっちゃったよ。カルビが苦しすぎて最後の方は焼肉屋でキムチばっかり食べてたもんね。それってもしかして例の中国産裸キムチなんじゃない？裸のおじさんが腰まで使って作業していたあのキムチ漬け？そんな、カルビ食べてた方がマシだったってこと？変な汗出てきた。